こんにちは、あぎこです。12月もあっという間に過ぎて、2025年も残すところあとわずかになりました。最近の週末はなんだかんだで時間を作ることができなくて、しばらく購入本の紹介動画を撮影することができませんでした。で、やっと12月下旬になって、余裕ができたので、こうして撮影しています。ということで、今回は11月と12月に購入した、こちらですね。こちらの7冊をまとめて紹介していきたいと思います。まず1冊目はこちら。西村亮さんの自分以外全員他人です。この本はたまたま X で令和の人間失格っていう大文句を見かけて、気になって購入しました。あらすじを簡単に紹介します。マッサージ店で勤務する柳田譲44歳独身。傷つきやすく人付き合いが苦手な彼の心を迷惑な客や俗悪な同僚、老いた母や義父が削り取っていく。自分が爆発してしまう前に自死することだけが希望となった柳田をさらに世界の計らざる悪意が翻弄する。ということで、ちょっと気になってこの著者の西村さん調べてみたんですけど、なんかどうやら太宰治の人間失格を読んで作家を目指したみたいですね。で、西村さんの他の作品も気になって調べてみたんですけど、2冊あって、1つ目が死んだら無になる。で、もう一つが孤独への道は愛で敷き詰められているっていうタイトルの作品が出てます。で、どちらもあらすじを読んでみたら結構面白そうっていうか、自分が好きなタイプだったので、まずは今回買った自分以外全員他人を読んでみて、面白かったら残りの2冊も読んでみようかなと思ってます。続いてが、島崎藤村の千曲川のスケッチです。こちらは10月の購入本の紹介動画で、島崎藤村の破壊を紹介してたんですけど、その動画に視聴者さんから、コメントをいただいて気になったので購入しました。で、そのコメントっていうのがこの千曲川を紹介してもらったコメントで、そこに、書く技術を学ぶためにこれ以上ない教科書っていうおすすめのコメントをいただいて、めっちゃ気になったので購入しました。では、簡単に内容を紹介します。明治32年4月、詩集若菜集などにより、すでに身体新人として名声を得ていた藤村は、教師として単身、小諸へ赴いた。陽春の4月から1年の歳月、千曲川に臨む小諸一帯の自然の佇まい、季節の微妙な移り変わり、人々の生活の断面を画家がスケッチするように精緻に綴った写生文、詩から散文へと自らの文学の対象を変えた藤村の文体の基礎をなす作品、ということで、破壊はちょうど最近読み終わったんですけど、その中でも登場人物の心情の描写となんか風景描写が重なるような印象的なシーンっていうのもいくつかあって、で、作品の中にもこの千曲川が出てくるんですよね。で、今ちょうど破壊が読み終わって、別の作品ですね、藤村の春を読み始めたところで、またその春が読み終わったら、この千曲川のスケッチ読んでいこうかなと思ってます。続いてがこちらです。中村文則さんの彼の左手は蛇です。こちら中村文則さんの新刊ですね。まずは簡単にあらすじを紹介します。3ヶ月前、男は仕事を辞め、女性と別れ、世界中から失われた蛇信仰のあるこの地へ来た。平家が落ち延びたと言われるこの土地に、そしてこの文章を書いている。誰も読まないこの手記を。自分が人ではないと思っていた幼少時代の奇妙な記憶。有志による旧山の毒蛇狩り。白蛇を祀る神社とその宮司。蛇を求める女。ある議員の死とそれを調べる急所の刑事。老刑というビジネスマン。そしてアペプ。
今男はある目的のために一人で動き出す。ということで、中村文則さんの作品だと、これまでに教団 X とか、あと10、あと最近ですね、列は読んできました。列はノートに読書感想も書くくらい印象に残った作品で、特に前半の冒頭は、その列は長くいつまでも動かなかったで始まる、なんかただ行列が存在するだけの設定で、なんとも不思議で抽象的なシーンが続くのが印象的だったのを覚えています。で、今回の彼の左手はヘビーですね。あらすじを読んだ感じだと、この列よりもなんか教団 X に近い感じなのかなっていう印象を受けました。でまあとにかく中身気になるので早く読みたいなと思ってます。続いてがこちらですね。アレハンドロ・サンブラの盆栽木々の私生活です。こちらはブルータスの文芸号で知った一冊です。ブルータスではラテンアメリカ文学の文脈で紹介されていて、この夏にちょうど100年の孤独を読んでいたこともあって気になりました。2つの作品を収録した一冊で、Amazon に紹介文があったので読んでみたいと思います。まずは盆栽の方ですね。チリの首都サンティアゴに住む作家志望の若者フリオ。学生時代、彼にはエミリアという恋人がいた。彼女と過ごした日々、二人が読んだ本の数々。フリオがある作家になり変わって書く小説、盆栽の構想。そしてエミリアの死。メタフィクション的かつ斬新な語りと、生と死をめぐる植物的なまでの描写が胸を打つ。続いて木々の私生活ですね。ある晩、絵画教室から戻らない妻を待ちながら、幼い義理の娘を寝かしつけるために自作の物語、木々の私生活を語り聞かせる日曜作家のフリアン。妻は帰ってくるのか来ないのか、不意に蘇る過去の記憶と、彼と娘を待ち受ける未来が、一夜の凝縮した時間からまるで枝葉のように広がっていく。ということで、どちらの紹介文を読んでも面白そうだったので、結果的に購入しました。で、この本自体は2013年に発売された本なんですけど、翻訳本って結構なんか欲しい時に買えなかったりするイメージがあるので、とりあえず買っておこうと思って買った一冊です。なのでちょっと気になるは気になるんですけど、実際に読むのはちょっと先になりそうな気もしています。続いてがこちらですね。グアダルーペ・ネッテルの一人娘です。こちらはそもそもグアダルーペ・ネッテルの作品をこれまで読んだことがあって、赤い魚の夫婦、あと花びらとその他の不穏な物語、こちらの両方結構好きで、たまに新しい作品が出てないか調べていたら、新刊で、しかも長編っていうことで購入しました。ではあらすじを読んでいきます。私とアリナは親友で、20代の頃はお互いに子供は産まないと誓い合った仲だった。その意志を堅くなに貫くラウラとは裏腹に、アリナは結婚し、やがて子供イネスを身ごもる。そんな中、ラウラの暮らすアパートのベランダでは鳩が巣を作り、やがてラウラはアパートの隣に暮らす母子家庭の男の子ニコラスとだんだん交流を深めていく。やがてイネスが生まれるが、イネスには生まれついて重度の障害があり、明日を生きる保証もない状態だった。イネスの誕生とニコラスとの交流、ベランダに巣を作った鳩、ラウラの心は揺れ動き、本人がそれまで思いもしなかった自らの気持ちに気づかされていく。イネスの生命や母という宿命、女として生きることの葛藤、そして物語は思わぬ形で最後を迎えることになる。ということで、そうですね。前に読んだその赤い魚の夫婦
っていうのもなんか日常の生き物、魚やゴキブリ、あと猫ですね、と人間っていうのを巧みに描いている作品で、そういった点が好きだったので、その赤い魚の夫婦にも通ずるものがあるのかなっていう気をしました。で、この赤い魚の夫婦って結構前に読んだので、この一人娘読むタイミングで、またもう一度読み直してもいいのかなというふうに思ってます。続いてはこちらですね。小川聡さんの言語化するための小説思考です。最近とにかく話題の一冊ですね。で、発売当初は、一時期ネットでも本屋でもなんか売り切れだったのを覚えてます。では、紹介文読んでいきます。その文章、自分のために書いていませんか？伝えるではない、伝わる言葉を。文章を生み出すために小説家はいつも何を考えているのか。ゲームの王国、地図と拳、君のクイズ、火星の女王、祝デビュー10周年、時代を席巻する直木賞作家、小川聡が、執筆時の思考の過程を惜しみなく開陳。どうやって自分の脳内にあるものを言語化するかを言語化した。目から鱗の思考術。小川聡さんって結構自分の中で幅広いジャンルの小説を書かれている印象があるので、紹介文にあった執筆時の思考の過程っていうのがめちゃくちゃ気になりました。なので、この年末年始の休みに一気に読みたいなと思ってます。最後が、こちらですね。私が間違っているかもしれない。珍しくノンフィクション本を買いました。内容を簡単に紹介していきます。これは悲観ではなく、物事を的確に捉える思考。あらゆる摩擦は自分が正しいという前提に立ってしまっていることに由来する。著者、ピョルンナッティコ・リンデブラッド氏の生涯を通じて、性質で穏やかな心に変わる教え。ということで、まず何といってもこのタイトル、私が間違っているかもしれないっていうタイトルにすごく共感を覚えて購入しました。で、なぜかっていうと、仕事だけじゃないんですけど、なんかそうですね。よくもしかしたら自分の考えや発言に間違いがある可能性を考えながら行動することが多くて、なんでこのタイトルは結構個人的には刺さりました。で、あと最近自分の常識を疑うっていうことも考えることがあって、で、そうですね、このあたりにもつながるものがあるのではないかなというふうに感じてます。そうですね、なんでちょっと自分と向き合うタイミングにちょうどいい一冊なのかなっていうふうに考えていて、なのでこの年末年始に読みたい一冊です。ということで、11月と12月は、こちらの7冊を購入しました。で、本当は2025年下半期の個人的ベストブック5000ですね、の動画も作りたかったんですけど、多分時間がなくて、このまま2026年になっちゃうと思います。で、あとそうですね、本当はホンダの紹介動画も作りたかったんですけど、多分これも無理で、本当もうなかなか時間がないっていうような状況です。2026年は月に6本ですね、動画作るのを目標にやっていきたいなと思います。はい。以上、11月と12月の購入本の紹介でした。